皆さんこんにちは、ミサです。先日無事に入籍しまして、結婚式の話もだいぶ進んできたので、一段落したところでこの動画を撮っています。今回の動画は2件ブライダルフェアに行った時の感想を動画にしようと思って撮っています。もともと結婚式は挙げなくてもいいかなと思っていたんですが、というのもやっぱりお金が結構かかるものだし、準備とかもいろいろ大変なので、結婚式に時間と費用を割くんだったら、私たち旅行が好きなので、新婚旅行にお金をかけたりとか、将来の家とか、生活費にお金をかけた方が有意義なんじゃないかなと思って、私はあげないでいいかなって思ってたんですが、去年友人の結婚式に参列したんですけど、その式がすごく良すぎて、もう本当に幸せそうだし、何よりお世話になった親族とか家族、友人、いろんな人に感謝の気持ちを伝えるいい機会になってるなっていうのもあって、私もあげたいなってそこで思ったのが一つのきっかけです。花嫁のスピーチとか、いろんな演出を見て、その夫婦にとってもみんなにとってもいい思い出になるんじゃないかなと思って、その姿を見て私もあげたいなと思うようになりました。前回の動画にもあげたんですけど、プロポーズされるちょっと前にゼクシーを買いまして、ブライダルフェアっていうものがあることを知りました。いろいろゼクシーアプリでブライダルフェアの予約とかも取れるんですけど、今回はそのアプリで予約したものが1件、あとは予約したけどその前に式場が決まったから行かなかったっていうものが1件、あとはアプリでいろいろ結婚式のこととかフェアのこととか調べてると、あなたへのおすすめみたいな感じで出てくるじゃないですか。インスタであなたへのおすすめで出てきて、キャンペーンに応募して当たったところが2件あって、全部で4件1月で回ろうっていう計画を立てて、で予約までしました。結局行ったのがそのうちの2件なんですが、今回はその2件についてお話ししたいと思います。まず私たちの条件なんですが、彼の方はそんなに大きなこだわりはなくって、私がちょっとこだわりが、どうせあげるんだったらしっかりこだわりたいっていうところでちょっとこだわりがあります。まずは旦那さんへのファーストミートができること、あとできればファミリーミートができること、レールダウンができること、ドレスやペーパーアイテムの持ち込みが安価もしくは無料であること、これが、最低限の条件です。雰囲気はナチュラルすぎずゴージャスすぎずっていうところが私たちの性格に雰囲気に合うなと思って、そういった式場を探していました。参列者は全部で50人の予定です。親族が両家で20人、友人が両家で30人の予定です。ではまず1つ目からご紹介します。1つ目がレストランルークというレストランの式場ですね。こちらは東京駅からタクシーで15分、だいたい1400円くらい。日比谷線の築地駅から徒歩10分にあるビルの最上階に入っているレストランになります。このレストランは美味しくて雰囲気も良くて眺めもいいっていうところで、何度もご飯に行っていたレストランになるんですが、そこで、ウェディングをやってるっていうのを先輩から教えてもらって、興味を持って自分でいろいろ調べてたら、キャンペーン、ウェディングのキャンペーンがあるっていうのを知って応募して当たったっていうところです。多分これ応募すれば全員当たるものなんじゃないかなとは思うんですけど、ブライダルフェアに当日行った時はすごい確率で当たったんですよみたいな感じで言われたんですけど、多分全員当たる系なんじゃないかなとは思っています。さっきタクシーで15分1400円くらいって言ったんですけど、もしここであげるってなったらタクシーチケットが、数枚いただけるみたいなので、遠方から来るご高齢の親族とかには2000円分のタクシーを渡せるみたいですね。もしそこから足が出たらそこは実費になりますっていうふうに説明がありました。ルークにブライダルフェアに行ってよかったなと思うのが、オリジナリティを追求した結婚式ができるなっていうところがとっても伝わってきました。女性のプランナーさんだったんですけど、もう私たちに寄り添いたいっていう気持ちがすごく伝わってきたし、接客も丁寧で何でも任せられるような安心感がありました。
ツインタワーみたいになってるタワーの屋上最上階にあるんですけど、ここがなんと地上221メートルなんですね。そこからの景色って何にも遮るものがないし、騒音もないし、もう圧巻の眺望っていう感じでした。スカイツリーも見えて、東京タワーも見えて、で夕方からの挙式だと明るいうちのまだライトアップされてないスカイツリー東京タワーも見えるし、もう夜になったらもうすごい綺麗な夜景が見渡せるんですよね。1日2組限定で式を挙げられるんですけど、時間が11時半から2時半の回と夕方4時半から7時半の回に分かれて、式が挙げられるようになってます。人気なのは夕方からのやつみたいなんですけど、昼間の景色と夜の景色どっちも楽しめるってところで人気なんじゃないかなと思っています。挙式から披露宴から全部そのワンフロアで済むような形になっていて、ワンフロアで他の人が式をやってるってこともないので、誰か知らない人とすれ違ったりとかもなくって、結構アットホームな雰囲気で式が挙げられるような形になってるなと思いました。ここに参加してよかったなってすごい思ったのが、入場体験をさせてくれたりしたんですよ。披露宴の入場する時にドアがこうバーって開くじゃないですか、音楽と一緒に。その体験をさせてくれたりとか、その開けて入るっていうだけじゃなくって、ちゃんと本格的な音楽が流れて、で披露宴会場のドアがバッて開いたら一礼したりとか、スタッフさんがしっかりこう拍手して出迎えてくれるんですよね。当日の私たちこういう風に見るんだみんなのことをっていうのが身をもって感じられて、すごくそこであげたいなっていう気持ちになりました。あとはバージンロードも歩かせてもらったりとか、当日に向けてすごくワクワクするような演出をしてくださったなと思ってます。ルークの提携ドレスはフォーシース&カンパニーとドレスディストリクトっていう2つのブランドさんが提携ドレスショップになってます。外部からドレス持ち込むときは持ち込み料1着5万円かかるみたいで、相場かなと思っています。写真も見せながらやっていきますね。こちらがフロアマップになっていて、エレベーター上がるとエントランスがこういう高級感のあるような雰囲気で出迎えてくれて、そこからエレベーターでワンフロア登るとスカイラウンジっていうところにまず出てきて、レセプションが黒奥になってるので荷物とか上着とか預けられるようになってます。こちらが待合で、ここで待ってもらうっていう感じです。こっちが披露宴会場と、あとウッドテラスもありますね。こういう幻想的な装飾ができたりとか、こっちがチャペルで、もうこのチャペルもねすごい素敵なんですけど、後でお話しします。このバーカウンターは披露宴会場の中に入っていて、そんなに見なかったですけど、素敵な雰囲気だなと思いました。ここがブライズルームですね。ファーストミートやりたいなと思ってたので、しっかり分けて違う部屋で支度ができるっていうのもポイントの一つです。私1個心配してたのが、レストランでの結婚式ってホテルの結婚式と違って泊まれる場所がないから、遠方から来る人が困ったりとか、あとは私たち自身当日電車が止まっちゃって遅れそうになるとか、そういう不安があると嫌なので全泊したいなと思ってたんですけど、ちょっとそこがネックかなって不安だったんですよ。でもここのいいところは、ツインタワーの中に銀座クレストンホテルっていう併設ホテルがあって、自分たちはもちろん無料で泊まらせてもらえるのと、あと参列者の宿泊割引もあるので、そういったところですごくいいなと思いました。お願いすれば1食2000円かなんかで朝食がつけられたと思います。プランナーさんと相談してホテルの人と連携してもらえればお部屋での支度もできるみたいなんですけど、このルークのブライズルームがとっても素敵で、じゃん、こんな感じなんですね。すごく素敵じゃないですか。窓から見える圧巻の景色と差し込む光、すごい綺麗だなと思って、でこっちがテラスチャペルになってて、チャペルさっき室内のものがあったと思うんですけど、2種類から選べるんですね。室内であげるか外であげるかを挙式の1時間前までじっくり悩んでいいんですって。当日の天気とか気分とかで、じゃあ今日は
やっぱテラスにしますっていうのができるみたいで、もしテラスであげるんだったら室内のこのチャペルではお写真を撮ってもらえるそうなので、2種類のチャペルをこう楽しめるっていうのはとても素敵だなと思いました。まずこちらですね、スカイラウンジ。ここが当日参列者の皆さんに待っていただく場所になってて、このスカイラウンジにある壁には自分たちの写真とか、前撮りで撮った写真とか、待合の鏡もそうなんですけど、お手洗いの鏡にも来てくれてありがとうとか、なんかデコレーションで消えるペンでいろいろ書けるんですって。ただ一個ちょっと懸念だったのが、スカイラウンジの方のお手洗いが男女兼用だったんですよね。そんなに頻繁にみんなトイレ行かないと思うんですけど、男女兼用が嫌がる方もいらっしゃるので、ちょっと行けばレセプションの近くにちゃんと男女別のお手洗いあるんですけど、ちょっとお手洗いの個数も少ないかなっていうのはありました。でこのブライダルフェアの日は当日お出しいただけるウェルカムドリンクも出してもらえて、スカイツリーとあと東京タワーをイメージしたノンアルコールドリンク出していただいて、すっごく美味しかったです。こういうちょっとしたピンチョスとか提供していただけるみたいで、式の前から楽しめるような雰囲気作りがされてました。エレベーターを降りてフロアに着くとウェルカムスペースがあって、ここにあるものもう自由に当日私たち使っていいですよって言われたのもびっくりでした。結構自分で用意してくださいっていうところが多いと思うんですけど、無料で貸し出ししてるんでって言われたので、そういうところも他と違っていいなと思ってます。もちろん持ち込みも無料で大丈夫でした。ちょっと動画が止まっていたのに気がつかず、ずっと喋り続けてました。別日に撮ったのでちょっと様子が違うんですけど、ご了承ください。ここがスカイツリーが見える方のチャペルです。夜景はもっと素敵なんですが、昼は昼で見晴らしが良くてとってもいいですよね。ここでバルーンリリース体験をさせてくださったんですが、こんな演出もあるんだと思ってすごくワクワクしました。こちらは東京タワー側のテラスです。外で挙式をしたい方はこちらですることになるそうです。ここで撮った写真も見せていただいたんですけど、すごく幻想的で素敵でした。ただムービーを見せてもらった時に、花嫁さんのベールがもう風でビュン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 煽られているのを見て、ちょっとなーっていうのはネックに思いました。こちらが室内で挙式を挙げたい人向けのチャペルです。色使いや床のタイルの感じはドンピシャで好きだったんですが、めちゃめちゃ狭いなと思ったんです。入場体験をさせていただいたんですけど、もうバージンロードが5、6歩で終わっちゃうんじゃないかなっていうくらい小さいというか短くって、入ってすぐにもうすぐそこに参列者がいるみたいな感じで、結構狭いなっていう印象でした。で一段上がった横の方、このチャペルの中の横の方にも仮設の椅子みたいなのが6人分くらいあって、一応60人は収容できるみたいなんですけど、結構ぎゅうぎゅうで窮屈なんじゃないかなと思いました。一応プランナーさんにちょっと狭いですねっていうふうにお伝えしたら、そういう方は挙式は親族だけ、披露宴から友人も参列するって出席するっていう人もいますよっていうふうにおっしゃっていただいたんですけど、挙式も友人には参加してもらいたいなっていうふうに思ったので、ちょっとそこはなと思いました。こちらは披露宴会場の円卓です。装飾や色使いもすごい可愛いですよね。最近流行りのシンボルツリーもフラワーアーティストさんに相談しながら、お金はかかっちゃうんですけど、そういうこともできるみたいです。ホテルや式場と比較するとだいぶ狭い披露宴会場なんですけど、それを感じさせない窓の取り方と天井の高さがあって、そこまで圧迫感はなかったです。プロジェクターも完備されていますね。フロアをすべて案内していただいた後は試食タイムがありました。前から何度もレストランを利用しているので美味しいことは分かっていたんですけど、今回もとっても美味しかったです。肉は冷めてもなおとろけるような柔らかさだし、全部素材を引き立てるような味付けがされています。すべてお箸でも食べられるようにお箸もしっかり置いてくれてるんですよ。やっぱ高齢の参列者には嬉しいポイントだなと思いました。メニューも料金はかかるんですけど、お料理ごとに写真と説明が一枚一枚書かれたメニュー表を作成いただけるのも他にはない工夫で可愛いなと思いました。
新郎新婦って忙しくって結婚式中全部は食べられないよ。新婦さんは食べられて前菜で、新郎は食べられてスープまでだよっていう風に言われること多いと思うんですけど、ルークはあえて新郎新婦は式当日前菜でストップするんですって。で、結婚式が終わった後にブライズルームの隣のお部屋で前菜以降のお食事をゆっくりいただけるんですって。美味しいお料理をゆっくり2人で食べられるのってやっぱ嬉しいと思うし、結婚式の振り返りみたいな、ここ楽しかったねとかいうのも振り返れて楽しそうだなと思いました。しかもこのお部屋、式前の身支度をする前に2人が恋人として過ごす最後に乾杯っていう意味でシャンパンをいただけるんですって。なんかもうコンセプトが素敵と思いました。気になる費用なんですけど、レストランでの式は一般的に費用を抑えてあげられるっていうふうに言われてるんですね。しかも私たちはキャンペーンで当選したのもあってお安くあげられるのではないかなっていうふうに期待していました。でも実際提示されたお値段が参列者50名でいろいろ込み込みで330万円、キャンペーン割引であげるなら100万円オフの230万円って言われました。このキャンペーンは普通にあげる人と内容は全く変わらないんですって。他の人たちと比べてこれとこれがついてませんよっていうこともなく、本当に同じプランで、コロナで結婚式を挙げなくなる人が多い中でみんなに幸せになってほしいからっていう意味でキャンペーンを始めたから、普通のプランで100万円オフになるのはとってもお得ですよっていうふうに言われました。ただレストランであげるなら200万円は切っていてほしかったなっていうところだったので、思ったより高いなという印象がありました。で、プランナーさんからは今日制約しないとこのキャンペーンの価格は適用じゃないんですよって言われたんですが、室内チャペルのバージンロードの短さとか披露宴の会場の大きさとかいろいろ2人はそこが気がかりだったので丁重にお断りさせていただきました。とても親切に対応してくださったプランナーさんだったので申し訳なかったんですけど、お断りした後も気持ちのいい関わり方をしてくださってとっても感謝しています。で、まとめですね。ルークで式を挙げるのに向いている人は料理と景色にこだわりたい人、アットホームでオリジナリティのある式を挙げたい人におすすめです。逆に向いていない人はチャペルにこだわりがある人、費用を抑えたい人です。ブライダルフェア2軒目がこちらですね。オリエンタルホテル東京ベイ。こちらは新浦安直結、屋根のあるコンコースを通って徒歩1分、ほぼ直結です。雨に濡れずに行けるっていうところと、都内からのアクセスも非常に便利っていうところでとてもいいなと思いました。打ち合わせでホテルに行く時に私たちも通いやすいっていうところがいいなと思ってました。結構駅からシャトルバスで10分とかいうところもあるんですけど、そういうところだと面倒くさいなって思ったりしそうだなと思って、結婚式になるべくそういったマイナスな気持ちを持ちたくないので利便性は結構重視しました。で、こちらのホテルはチャペルも披露宴も室内にあるんですよね。これ写真見るとまるで外みたいな雰囲気の室内なんですけど、実はこれ南フランスの街並みを再現してロビーが作られてるんですって。なのでこういう風に室内なのに街灯があったりとか、こういう風に窓があったりとかするんですけど、異世界な感じ素敵じゃないですか。ちょっと非日常的な感じがいいなと思って、ロビーからまずすごいワクワクしました。これがチャペルですね。キリスト教式、人前式、いろんな種類から選べるんですが、私たちはキリスト教式がいいなと思っているので、その雰囲気にもとてもぴったりだと思いました。ちょっと夜にブライダルフェアに行ったので外からの光が今ない状態なんですけど、夏の昼間に式を挙げる予定なんですが、その時期だと真上に太陽があるのですごく綺麗に光が差し込むよって言われました。で、当日は実際に聖歌を歌ってもらえるみたいです。あと生演奏もついてますね。木がいくつも生えてるんですけど、これがベンジャミンの木って言って幸せの木って呼ばれる木みたいですね。作り物じゃなくって
本物なんですよ、全部。すごいそれも素敵だなと思うし、室内なのに外みたいな作りで、でも本物の木が生えてるってなんか素敵だなって思いました。今はこれ造花なんですけど、当日は本物のお花でデコレーションしてくれるみたいです。入場した時に見える景色がこんな感じです。結構座席数も多くって、やっぱりこうルークのこじんまりしたチャペルとはちょっと違って、バージンロードも私が理想だと思ってたくらいの長さもありますし、その規模感としても雰囲気としてもチャペルはもううわーってずっと見てたいなっていうくらい綺麗でした。当日はオプションでバイオリニストとあとソリストもつけられるみたいですね。バイオリンが22,000円で、ソリストは11,000円だったと思います。チャペルからちょっと歩いたところに、これも室内なんですけど、外みたいなこういった壁もあって、この前でファーストミートできたりとか、あとはお写真もいっぱい撮ってもらえるみたいです。なんかこういう装飾も素敵ですよね。日時計みたいになってて。ドレスの定型はフォーシス&カンパニーさんで、ドレスの持ち込みは1着33,000円、タキシードは22,000円で、ここのいいところが新郎新婦あと参列者全員このホテルの中で準備が済むことです。新婦で言うと事前のドレス選びもこのホテルの中に入ってるフォーシス&カンパニーさんに行けば試着もできるし、ヘアメイクもこのブライズルームでできるし、新郎もそうですね、同じですね。参列者に関してもここで留め袖とかモーニングのレンタルもできて、事前の試着もここでできるし、当日のしつけやヘアメイクもここで全部やってもらえるので、一歩も外に出ることなく支度ができるっていうのはとてもいいなと思いました。こちらがブライズルームになります。ここも素敵ですよね。ルークみたいな高層階で外の景色がバーって見えてるのも素敵なんですけど、こういう落ち着いた雰囲気のブライズルームもいいなと思いました。この大きい鏡の前でメイクしてもらえるのかと思うと今からワクワクしちゃいます。ちなみにローソンもあって、何かあったらここに買いに行くっていう感じです。もうとにかくこのホテルの中で完結するのすごいいいですよね。で、私たちが選んだ披露宴がオリエンタルですね。ここ即決でした。すごく人気の披露宴会場になるみたいです。チャペルが2階にあるんですけど、1個上がった3階にこのオリエンタルっていう披露宴会場があります。他の披露宴会場は1階にあるので、チャペルってこう挙式が終わった後に下に降りるんですけど、なんとなく雰囲気とか内装がやっぱり私たちがやりたい式とは違う感じがしたので、もうオリエンタル一択でした。挙式が終わった後に、私はドレス着てるのでエレベーターで、専用のエレベーターで上に上がって披露宴会場に入るような形になります。参列者の皆さんはエスカレーターがあるので、そこから登っていただいて、このオリエンタルの会場に向かっていただきます。上がったところから見ると、こういう風になんかテラスが見えたりとか、ここからもベンジャミンの木が見えますね。当日はバーテンダーの方がいらっしゃってウェルカムドリンクを提供してくださいます。ここだけでもう十分広いスペースあるんですけど、こっちでも待てるようになってて、ここも素敵ですよね。待合がやっぱりホテルならではのこの広さがあるから実現できることなんだろうなと思います。このバーカウンターの奥が受付になっていて、当日はこんな風にテーブル椅子が置かれていて、受付をみんなしてくれるっていう形です。で、珍しいなと思ったのが、結構挙式の前に受付したりとかもすると思うんですけど、そうなると受付を頼んだ人がちょっと早く来なくちゃいけなくて負担も増えるじゃないですか。それを軽減するっていう意味で、挙式が終わってから披露宴までの30分間で受付をするんですって。なのでその受付担当の人は早く来る手間がなくていいっていうのがメリットみたいです。で、この受付会場も自由にデコったりとか何か持ち込んで飾り付けしたりしてもいいみたいです。ずっと奥に進むと珍しいんですけど、個室になってる更衣室があるんですよ。だいたい5部屋くらいあって、こんな感じで着替えるお部屋があるんですよね。
当日私は夏にあげるので、来るだけで結構汗びっしょりになっちゃったりとかもして困る人もいると思うんですが、ここで着替えてもらえるし、あとヒールで来るのはちょっと辛いっていう人はここで履き替えられるし、そういった配慮もすごいされてるなと思いました。こういうちょっと狭めのお部屋もあれば、2畳くらいありそうな広めのお部屋もあるっていう感じです。反対側のお部屋に行くと親族の集合写真撮れるお部屋があって、全部で60人まで入るって言ってたかな。ここで写真が撮れるみたいです。オリエンタルの会場すぐ出たところにお化粧室と喫煙室があって、どこも本当に清潔でしたね。掃除が行き届いてて、ゴミも全然落ちてないし、すごく衛生的だなと思いました。お手洗いの個数も十分にあって混み合わないだろうなっていう感じだし、あとお手洗いにはお化粧直しのスペースもあったので良かったなと思います。手洗うところも3口ありましたね。このオリエンタルホテルさんのいいところは、本当にオリジナリティを出した結婚式ができるなって思いました。例えばテーブルクロス一つにとってみても30色の色からまずクロスを選べるんですって。でナプキンの売り方も20種類かなから選べるみたいで、それも打ち合わせが4ヶ月前の打ち合わせが始まってからどんどん決めていくんですけど、そうやって決めるのも絶対楽しいなって思います。あとは持ち込み量が結構良心的なんですよね。ムービーとか業者さんに頼むと、5万円くらいかかると思うんですけど、自分で作るってなったら制作費は0円だし、あと持ち込み料がムービー1本3300円なんですって。それも良心的だなと思ったので、なるべく費用を抑えて自分たちのやりたい結婚式をやるっていう意味ではとてもいいホテルだなと思いました。もう当日即決契約させていただいたんですけど、ナチュラルだけど、ゴージャスなウェディングを叶えられそうっていうところと、ホテルなのに結構お値段が良心的、費用としては240万円だったんですが、ホテルにしては結構安価だなと思いました。クレジットカード払いができるので、そこでもちょっとポイントが貯まったりするかなと思ってます。ホテルならではだと思うんですけど、ここで式を挙げると全泊か後泊どっちか1泊ついてくるんですよね。式に遅れたら困るなっていうところで全泊しようかなと思ってるんですけど、宿泊プレゼントっていうのもすごく嬉しいなと思います。あとゲストも割引価格で宿泊できるので、そういったところで遠方から来る親戚とか両親泊めてあげるっていうのでもすごくいいなと思いました。ホテルもこんな感じですごい綺麗ですよね。なんか今改装が入ってるみたいで、私たちが式を挙げる夏にはもうちょっと綺麗なお部屋が使えるみたいです。プランナーさんが教えてくださったんですが、参列者の方で結婚式が終わった後、オリエンタルホテルに泊まって翌日ホテルから出ている無料シャトルバスに乗ってディズニーに行く方もいるそうです。ホテルの1階にシャトルバス乗り場があって、結構頻繁にバスが出ているので便利だなって思いました。バスもホテルからディズニーまで15分で行けるっていうのも魅力ですよね。ちなみにホテルの利用者の9割がディズニー目的のお客さんだそうで、ドレスの試着で何度かホテルに行ってるんですが、外国の観光客の方や頭にディズニーのカチューシャをつけている方も多いなっていう印象です。挙式を挙げるチャペルがロビーにあって、宿泊者も結構通る場所にあるんですけど、ディズニーに行く人はお昼時はもうディズニーに行っちゃっているので、式を挙げる時はロビーにはそんなに人はいないなっていう印象でした。仮にいたとしてもウェディングドレス姿を見ると、皆さんおめでとうございますっていう風に声をかけてくれるんだそうで、結構それも嬉しいなと思いました。あとこれ好きな人いるんじゃないかなって思うんですけど、オリエンタルホテルがディズニーの提携ホテルなので、ディズニーソングですとかディズニーにちなんだ演出をたくさん用意してくださっているんですね。例えばカラードレスが美女と野獣のベルをイメージした黄色のドレスだったら、お色直しの入場曲にビューティービースト使いたいなって思う方もいらっしゃるじゃないですか。結構著作権とかで使えなかったりする会場さんもあるんですけど、ここは本当にディズニーソングが豊富なので、そういった演出もできるのがいいなと思いました。ナプキンの折り方も追加料金なしでミッキーの形にお願いすることもできるんだそうです。
まとめると、オリエンタルホテルで式を挙げるのに向いている方は、交通の便、駅からのアクセスを重視している方、結婚式当日の天候に左右されたくない方、ホテルで挙げたいけど費用を抑えたい方、逆に向いていないというか、個人的にはちょっと残念だなと思ったのは、お料理とっても美味しいんですけど、ルークよりは劣るなという印象です。全然出しても恥ずかしくないお味というか、とても美味しいし、見た目も華やかでいいんですけど、レストランのお味よりは少し下かなという印象でした。で、新郎新婦は前菜かスープまでしか食べられないよっていうふうに事前に言われました。頑張れば食べられるみたいなんですけど、きっと時間はないですっていうふうに言われていて、その後にルークみたいに食べられませんかっていうふうに提案したんですけど、衛生上の観点からそれはなしですって言われました。料理の見積もりが最低ランクの鶏肉だったんですね。全部で4ランクあるんですけど、そのうちの一番下だけ鶏肉、あとの3つは全部牛なんですけど、一番人気は下から2番目のランクみたいで、仮にそれに変更したいってなったら、50名分で約18万円追加料金がかかりますって言われました。あとはプランナーさんはドレスや記録映像、エステのことまで何でも把握しているっていうわけではなさそうです。考えてみれば全然違う分野だし、知らないことがあって当然かなと思うんですけど、私が質問した時に、ちょっとそこはわからないのですぐに確認しますっておっしゃることが結構多くって、すぐに他部署に確認して折り返しのメールやお電話をいただけるので、全然信頼はできるんですけど、全部知ってるわけじゃないんだなっていうふうには思いました。いろんなメリットデメリットがあるんですけど、オリエンタルホテルのフェア当日もう2人で思いのほか見積もりが良心的だし、ホテルの雰囲気もよくって、私たちらしい式が挙げられるっていうところで当日制約しました。予約したけど見学に行かなかった2件についてなんですが、まずもう花嫁の憧れパレスホテルさんは、私も絶対ここがいいって最初は思ってたんですけど、 YouTube でパレスで式を挙げている方の当日ブログとか準備の動画を見ていたら、なんか私たちの雰囲気と違うなっていうのを感じ始めて、シンプルだけど洗練されて格式高い雰囲気が私たちの世界と何かが違うなという気がしました。あそこで挙げて満足度がもう間違いないのはそうなんですけど、きっとオリエンタルホテルよりも相当お値段が上がっちゃうっていうのもあって、もう予約はキャンセルしました。で、もう一つのコルトーナシーサイド台場さんは、最初チャペルの参列者の席が前を向いてるんじゃなくて、両家向かい合う形で席が設置されてるんですけど、それがいいなって思って予約したんですね。ただオリエンタルホテルで制約した後にチャペル以外にあまり魅力を感じなかったっていうのと、ホテルではないっていう点でキャンセルさせていただきました。オリエンタルホテルに決めた理由の一つとして、将来子供ができて家族でディズニーに行こうってなったら、オリエンタルホテルを利用することで夫婦で結婚式の思い出に浸ることもできるし、子供にとってもママとパパが結婚式を挙げた場所だって思ってくれると特別な場所になっていいかなと思ったので、ホテルにしたいなと思いました。皆さんいかがだったでしょうか。今回はブライダルフェアで見学した2件についてお話しさせていただきました。今後は結婚式の準備動画も上げていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。この動画が良かったと思った方はチャンネル登録とグッドボタンお願いします。ご視聴ありがとうございました。